こんにちは。カナダ在住のチャコです。カナダ生活でいろいろあった波乱爆笑ストーリーをシェアさせていただくチャンネルです。ラジオを聞く感覚で楽しんでいただけたら幸いです。はい、今日はホームレスとクレイジーな人の話です。当時ね、トロントの私の働いてたサロンはダウンタウンの本当にど真ん中にあったから、ホームレスも本当に至るところにいてね。ある日ね、一人のホームレスが飲みかけであろう紙コップのコーヒー持ってきてサロンに入ってきたかと思うと、私のところにまっすぐ歩いてきて、僕のコーヒーあげるから$2ちょうだいとかって言うの。今でこそね、彼らの対応に慣れたけど、当時はなんて答えていいか本当わからんかった。またある日、サロンには受付のお姉ちゃんと私しかいない日があったのね。そしたら女性のホームレスが無言でサロンに入ってきて何するかと思ったら、大きな鏡に向かってポーズみたいなのを取り始めてさ、もう本当にまさにストリップショーのダンスやってるみたいな感じ。受付の同僚が、何やってんの？お客じゃないんだったら出てってって。でも彼女は同僚の言葉を一切無視して、今度は自分の体を触り始めて、なんか知らんけどゆっくり洋服を少しずつ脱ぎ始めたの。いやね、モデルみたいに美しい体の人がやってたらおーって盛り上がるんだろうが、彼女は残念ながらしばらくシャワーも浴びてないだろうで、匂いもして体もガリガリでさ、しまいにはさ、自分のあそこ触り出してまずっと思った私たちは、警察呼ぶぞ、出てけ出てけって何度も叫んで、ようやく出てったの。さすがにびっくりしたわ。2カ所目で働いたサロンの時は、ホームレスが裏口から入ってきたんだろうね。トイレで盗んだろう洋服に着替えてたらしく、私と同僚2人は全く気づかずサロンの中にいたんだけど、急にトイレから知らない人が出てきて、ソーリーって言いながら正面玄関から出て行ったから、私たちはもうなんかって感じで唖然としちゃったのよ。すぐにトイレチェックしたら、汚れた洋服が、そして床が泥だらけになってて、オーナーもびっくりしてたわ。後でこのホームレス、警察に捕まりました。ストリート歩いてても時々立派なスマホを持ってるホームレス見かけたりして、本当にホームレスかなって思うこともたびたびあったわ。まあ、スマホ持ってたってホームレスにはなるだろうけど、ストリートに座ってお金求めてるおばあちゃんがいてね、それでかなり稼いでて、実はめちゃくちゃいい豪邸に住んでるっていうのもニュースになったことがあるわ。そのおばあちゃん、お金あげたくなるような同情されやすい雰囲気醸し出してる人でさ、女優だわ、まさに女優。これはホームレスではないんだろうけど、ある時アパートの横の細い路地歩いてたら、一人のきちっとスーツ着てアタッシュケース持った若い男性に丁寧な言葉で声かけられたのよ。私はてっきり道を聞かれるかと思って立ち止まって彼の話に耳を傾けたのよ。そしたらさっとアタッシュケースを開いて、この洋服友達がデザインした洋服なんだけど買わないって言われてさ、あ、これやばいパターンだって思って丁重にお断りしたの。そしたら彼急に逆ギレしてアタッシュケースバーンって閉めて、 You are fucking bitch, go to the hell って叫んで去っていったの。しかも1回でなく数十メートル先からまた大声で You are fucking bitch ってさ、周りの人は彼に注目して、何が起こってるのって感じでさ、いやー、日本にいるとなかなか味わえない経験してますわ、私。ホームレスは悲しいことにカナダだけじゃなく日本にも世界中いるよね。私から見ると日本のホームレスは空き缶とか集めながらそれを売ったりして、段ボールとか家作ったり公園とかで静かに暮らしてるイメージがあるかな。言っておくけど、私はホームレスを見下してる気持ちは一切ないの。いろんな事情があってならざるを得ない人もたくさんいるだろうし、自分だってもしかしたらその立場になるかもしれない。ただ人によってはドラッグやアルコールにはまってイカれてしまっているのか、変な行動する人たちがいるのは認めざるを得ない。私は21年間トロントに住んでたけど、3年近く前からバンクーバーに引っ越してきたのね。バンクーバーもいろんなところにいるけど、一つ大きなホームレスのエリアがあって、そのエリア行くとね、びっくりするほどのホームレスがいるの。日本のホームレスと違ってドラッグとか
薬とかやってる人も本当に多くて、治安も良くなくて、道に注射器とかよく落ちてるのよ。どうにかならないかなって思うけど、残念ながらこの世の中、これからもっと増えていくんだろうなって感じです。それでは次回に続きます。